望遠鏡があったんで見てみたんですけど、朝日の光が強すぎたのか何も見えませんでした。一番奥まで着きました。もうちょっと道の続きがあるんで、そっちからの方が綺麗に見やすそうですね。ここが最終地点になるのかな。あそこの看板に遊歩道終点って書いてありますね。ここまでか。錯覚賽銭箱を正面に立って見比べてみてください。投入口の形状が鏡に映ると形が変わっています。これが本当だ。今こことの形と今鏡に映るとこっち形違いますね。
葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計。いやー、絶景ですね。まだ行くの？うわここで三差路になりますね。今現在地ここ。先ほど係員の方がいたんで説明してくれたんですけど、これで歩いて、今こっからぐーっと歩いてって、ここの滝まで行って、でまたぐーって帰ってくると、だいたい3時間ぐらいかかるそうです。ただ今ここで一回また戻って、で車でまたここまでぐーって行けるので、今はこれ一回折り返してここまで戻ってからまた車でここまで行こうと思います。到着しました。滝まで行きましょう。高根豊。おー、うわー、巨石に刻まれた太陽観察の痕跡。楕円の形の2本の線刻が巨石に刻まれている。この痕跡はかつてこの場所で夏至の頃を基準とした太陽観察が行われていることを証明する記号表現であると考えられている。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、今ここにこれですね、2本入ってますね。この岩と岩の間に木が生えてきてますけど、
なんかもともと一つの岩を木が貫いたっていうような、そんな感じがしますね。うわー、ほんと細い道。これ市道じゃないんですね。一応公道なんですね、これ。ここにこうやって階段があるってことは、昔の人はここで洗濯とかしてたんでしょうか。この家もすごい建てたの大変だったろうな。うわあ、わざわざ川をまたがって作られたんですね、このお家は。これが聖水楼ですって。お城風建築。飲み水専用。冷やし物とか食器、野菜洗い、洗濯。こういう層によって用途が分けられてたんですね。Google マップには載ってないんですけれども、パンフレットに最強の階段、最も恐ろしいって書いて最強の階段っていうのがあるようなので、ちょっとそっちに行ってみましょう。見えてきましたね。この橋のこのすぐ近く、ここにあるようなんですけれども、階段ありましたね。これは確かに細いですね。ちょっと降りてみましょうか。あれ？なんか塞がれちゃってますね。残念。これ以上行けないですね。でもこれは確かに
画面越しだとわかんないかもしれないですけど、これはかなり怖いですね。なんだろう、こう、ちょっと、こう斜めになってるんですよ。階段が。斜めになりながら下ってくんで、なんか感覚が失いそうですね。これでも封鎖されてるのは何かあったんでしょうか。って言ってもまあ簡単に登れちゃうんですけど、まあやめておきましょう。